どうも、日本語で喋りましょうの岡戸と木村です。このポッドキャストではナチュラルに日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日は日本のお笑いについて話したいと思います。はい。で、やっぱりお笑いとかユーモアについて学ぶのはその国の文化を知るのに役立つと思うから、今日はね、日本のお笑いとかユーモアを紹介して、みんなも日本の文化についてちょっと知ってほしいなと思います。はい。で、まず木村に質問したいんだけど、日うんうん本のおうん。笑い番組ってよく見る？ああ、見るね。うん。あ、そう、どんなのよく見る？そうね、アメトーークとか。ああ、アメトーーク面白いよね。うん。うん。なんかアメトーークって簡単にどんな番組かさ、説明できる？アメトーークがどんな番組？ああ、そうね、毎回毎回ちょっとテーマが違うんだけど、ある共うん、通のテーマを持った芸人をこう集めて、うん。さ喋らせる。そうだよね。そうそうそう。なんか例えば、ガンダム芸人つってガンダム好きな芸人集めてみんなで話したり、筋肉芸人とか言って筋肉好きな芸人たちがそなんかあるあるのうそうそう。話したりね。そうそう。すっごいもうコアな話しすぎて、うん。ついていけない時もあるけれど、うんうんうん。自分がハマってるね、内容とか結構面白いね。確かにわかるわかる。結構さ、アニメのさ、例えばなんだろう、ハンターハンター芸人とかさ、その自分の好きなアニメの芸人会やってる時は結構見ちゃうよね。ああ、それ間違いない。そうね。うんうん、わかるわかる。で、こういう日本のお笑いの番組があって、で、木村は海外のさ、お笑い番組とかって見たことある？そうね、スタンダップコメディみたいなやつは見たことある。うん。うん。結構さ、やっぱり日本のお笑いと違うと思うよね。ああ、全然違うね。うん。うん。だから今日は具体的にどんなところが違うのかっていうのも話していきます。はい。なで、るほど。まず俺が思ったのは、お笑いのスタイルが違うなって思って、日本っうんうんうてさ、ん。結構ボケとツッコミの文化があるじゃん。そうね、そうね。うん。知らない人のために説明すると、まあ、ボケっていうのは、まあ、面白いことを言ったり、変なこと言ったりする人で、で、ツッコミっていう人もいて、で、ツッコミっていう人はその変なこととか、おかしなことを言った人に対して訂正する役割の人なんだけど、大体日本のお笑いは二人組の人がいて、で、一人の人が変なこと言って、もう一人の人が、いや、それは違うでしょって突っ込むっていうスタイルがうんうんうん。割と一般的だよね。そうね。うああ、ん。うそう、ん。これもう一個ちょっと今、思い出したんだけどさ、あんまり面白くないボケを言う人を滑るって言ったりするよね。ああ、今滑ったね、とかって。そう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 。そうそう。うん、だから日本では結構友達と話してても、なんとなく、その友達のグループの中で、ボケの人、ツッコミの人ってこう分かれていく傾向があるよね。確かに。うん。そうね。うん。で、一方で、まあ、海外、特にさ、欧米の国ってさ、このスタンダップコメディの文化があるからさ、こう、ボケてうんうん。突っ込むっていうよりは、その一人で自分で面白いことを言って、で、ツッコミがいなくても面白いみたいな、こんなスタイルのお笑いだと思うけど、ユーモアの内容、これも結構日本と海外で違うと思ってて、例えうんば日本っうん。て結構日常の出来事とかをさ、面白く話したりすることが多いと思ってて、例えばうんうん。さ、日本で言うとあるある、なんかよくあるよねみたいはいはいはい。なことを言って笑ったりとか、例えば家族との話とか職場での失敗談とかそういうのを話して笑いにする、結構まあ優しいお笑いが多いかなと思うんだけど、そんなうん。印象ある？そうね。あんまりなんか誰かを傷つけるとかっていう感じにはならないかな。うん。うんうん。なんかさ、番組でさ、日本のテレビ番組でさ、細かすぎて伝わらないものまねってあるじゃん。うん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 。あるね。あれまさに日本のお笑いって感じするんだよね、俺。なんだろうな。
絶妙なね、その細うんかさをうまく再現できるから面白いんうん。だろうね。そうそう。なんか確かに言われてみればそんな人いるよねっていうところのあるある、うん。うん、わかるわかる。とか、日本でさ、ハロウィンで地味ハロウィンっての知ってる？地味ハロウィン。そう、地味ハロウィンってのもこのあるあるなんだけど、普通ハロウィンって言ったらさ、なんかスパイダーマンとかさ、お化けの格好したりするけど、地味ハロウィンっていうのは、なんかうん。普段その辺にいそうな人、例えば残業終わりのサラリーマンのコスプレとか、なんか電車の駅のホームでゴルフの素振りしてるおじさんのコスプレとか、はい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 。うん、そういう細かいところ細かいのね。うん。真似をするっていうのは結構日本のお笑いでよくあるのかなとは思ああ、そうね、そうね。う。うんうんうん。で、逆にさ、海外だと結構もう大げさに言うっていうか、なんか強めの言い方が多かったりとか、あとはうん。さ、その笑いのテーマも、まあ、もちろん日常的なお笑いっていうのもあるんだけど、どっちかっていうと社会風刺とか、まあ、政治的なテーマとか人種の違いを交えたお笑いとか、そういうユーモアが多いのかなって思うんだけど、やっぱりそんな印象ある？ああ、思うね。うん。そういう方が面白い。なんだろうな。結構がっつり尖ってる方が、行き過ぎちゃってるぐらいの方が、まあ、うんうん。誰かにこう、受ける。だよね。なんかそんなイメージあうん。るよね。反対になんか、あ、この人はちょっと言い過ぎだなとか、うん。あの、きついなって感じる場合もあると。うん、あ、ちょっとやりすぎちゃってってこと？そう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 。うん、そこのやっぱりやりすぎないけど攻めていくっていうのは結構海外とかスタンダップコメディとか特によくあるスタイルなのかもね。そうよね、そうよね。うん、それさ、この例えば政治のジョークとかさ、社会風刺のジョークってさ、日本人に対してそのジョーク言ったらさ、笑ってもらえると思う？結構、日本も日本で、うん、なんだろうな、その細かすぎて伝わらないとかって、うん、まあ、似たようなところはあると思うんだよね。だから、うん、うん、なんだろう、人との違いとかを、なんだ、風刺的に表したりとかして、うん。面白いのかなと。だから結構受けると思うんだよね。うまくそれを、なんだろう、翻訳できたらというか、うん。その海外のジョークをね、翻訳できるのであああ、れば受けると思う。なるほどね。そのコメディーショーとかをうまく翻訳できればね。でもさ、そうそうそう。例えば日本に来ました。で、まあ日本の政治についてとか、日本社会の問題について、例えば日本語でそれをジョークにしたらさ、例えば日本人の友達にそれ言ったら、笑わせられると思う？いやー、難しいね。難しいと思うん。う。う確かに。ん。だってさ、俺ら話すときジョークも言ったりするけど、政治を交えたジョークとかってあんまりしないよね。そう、まあ、いくつかちょっと日本だったら、政治とか宗教って、うん。あんまり話しちゃいけないトピック。うんうんうん。だ確かに。普から、段からあんまり話さないね。今日のこのトピック、ちょっと離れちゃうかもしれないけど、うん。普通の会話でもあんまり自分の政治観とか、宗教観みたいな話しないから、そういうのをテーマにしたお笑いっていうのはやる人はいない。うん、普段から話さないから別にそのお笑いの番組でやってもあんまり面白くないってことなんだろうね。あんまり共感できないからさ。そうね、そうね。うんうん。だからこれ結構大事よね。だから自分の国ではそれが普通だから日本に来てただ直訳してさ、そのユーモアをさ、言っても多分日本人にはそれ伝わらないからね。そうね、そうね。うんうんうん。で、やっぱり言語を学ぶ上で、やっぱりその国の笑いのツボを知るってのはやっぱり大事だよね。そうね。あとさ、一個さ、日本のお笑いが海外うん。とちょっとまあだいぶ違うって思うのは、一発屋芸人ってさ、呼ばれるうん。芸人ってあんまり海外のコメディアンに、なんだろうな、お笑いのスタイルではいないと思うよね。あああ、の、一発や。なんか、音とか、なんかうん。すごいキャッチーなフレーズとかを使って、うんうん。こう、笑わしてくる。
音とか歌とか踊りとか、確かに。そういう感じで笑わすタイプの、お笑いって海外はないんじゃないかな。その話してる内容で笑わせるっていうより、もう見た目のインパクトでこう笑わせるとか、音のリズムの良さで笑わせるみたいなね。そう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 。うん、確かにそれ日本っぽいね。これはめちゃめちゃ日本っぽいんで、まあぜひそれはね、ちょっと正直うん。見てほしい。うん日本語をうんうん。勉強してる人たちに、なんでかっていうと、これだって必うんず一発屋芸人って、うん。あの、その時によって流行ってる芸人がいて、で、みうん。んな知ってるし、で、そそうね。れをちょっとね、会話の中で言えたりとか、その芸人が言ってるフレーズとかを使えたりしたら、あ、日本の文化知ってるんだなって思われると思うから、絶うん。対なるね。絶対なるよね。うん。例えば、俺らの時とかだったら小島よしおとかさ、俺らがもっとうん。中学生くらいかな。そんぐらいだね。うん。そんぐらいだよね。めちゃめちゃうん。受けてたじそうね。やゃん。っぱりそのキャッチフレーズみたいなのがあるからさ、それを真似してさ、言うだけで結構日本人とね、うん、なんか共感できるっていうかね、笑いのツボをね。そう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 。そううん。でしょ。うん、うん。確かにそれを言えてる。結構だからみんな、もちろんいろんな芸人がいて、で、この話術でさ、笑わせてくれる芸人さんっていうのもたくさんいるんだけど、やっぱり日本人とこう仲良くなりたかったり、日本の文化を知る上では、一発屋芸人とかそういうお笑いも知るのも大事かもね。そうね。うん。うん。やぜひ見てみっぱりね。てほしいです。そうだよ。うん、だから今日話した内容でね、まあ、いろんなお笑いがあったけど、それを知って、で、プラスね、日本のを勉強する時にもね、それを活かしてもらえれば嬉しいです。はい。ということで今日は日本のお笑いについて話してみました。皆さんの国ではどんなスタイルのお笑いが人気がありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それでは最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さよなら。さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。